どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone16 のですね、おすすめ充電器、モバイルバッテリー、2時間探しましたので、こちらを見ていきたいかなと思います。で、今ご覧いただいた通りですね、Amazon フロントっていうもので全部まとめてありますので、これ概要欄からぜひね、チェックしてもらえばなと思います。ちょっと見えてますが、で、一部実機あるので、そちらもね、見たいと思います。提供していただいたものあるので、前提として iPhone16、16 Pro もなんですけども、充電器のね、選び方としては、30W 以上のアダプター充電器っていうことになるので、それだけ覚えておいてもらえばいいかなと思います。で、ワイヤレス充電で 25W かな、最大。ケーブルもね、大事にはなるんですけども、30W あれば MacBook Air とかも充電できますので、最低20から30あればいいかなっていうところで、この 30W っていう W っていうところだけ覚えておいてもらえばいいかなと思いますので、ということで早速1個目がですね、アンカーのこの511チャージャーですね。これ割とねいつも紹介してるんですけども、こちら30W でめちゃくちゃちっちゃいものになってます。なので先ほど話した通り MacBook Air もね充電できますし iPad も大丈夫です。でかなりこれね500円よりちっちゃいかな、確かね3.5 センチ四方なんですよ。これはめっちゃちっちゃいんで普通におすすめって感じ。普通の iPhone の昔の5W の充電器くらいの大きさなので、でカラーも結構ありますんでいいかなっていうところとかで、あとこのモバイルバッテリーに関してはアンカーナノパワーバンクのこれも 22.5W かな。スピード的にはね結構十分で、こちらも結構僕もね使ってるものになるんですが、ケーブルなしでもう端子がねここついてるんですよ。 USB-C に iPhone15 からなってるので、5000mAh なのでだいたい1回分ぐらいになりますので、ライトニングのモデルもあるんで、iPhone14 とか13は何で書いてあるのか分かんないけど、そのまま挿して、しかもこれもコンパクトになります。だいたい120g ぐらいを切ってくると結構軽いと感じれると思うんで、もちろんね USB-C なんで、他の機器も使えるのですごいいいなっていうところなんですけども、で今回提供していただいたこのローリーのやつがねかなりいい感じになってまして、これ今ちょっとセールしてないから今高くなってるんですけど、多分ね3000円ぐらいでセール時ね買えるんですよ。3000切るぐらいで、セール時に買うのがおすすめですね。で一応 10% クーポンもあるので概要欄貼っときますけども、これねさっきのアンカーのほぼ大きさは同じで、 Apple Watch もねここで充電できるんですよ。で USB-C もこう折りたたみ可能になってますので全機種充電対応可能。例えば3台同時とかもできます。なので Apple Watch と USB-C つないでもう1台みたいなね。でパススルー充電とかもねもちろん対応してますので、充電器を充電しながらねモバイルバッテリーも充電しながら iPhone とか Apple Watch も充電するっていうこともできるので、結構旅行とかでもねかなり便利かなと思います。もちろん飛行機に持ち込めるサイズではあるので、であとカラーもですねかなりグリーンとか結構豊富にあるので非常にいいかなと思います。Apple Watch もできるっていうのはねそんなにないので、ライトニングとかもあるんですけどね、他のやつもアンカーのやつそんなサイズ感とか重さもねほとんど変わんなかったんで軽いのでいいかなと思いました。これちょっと後ほど実機見ますね。であともう一個今回ね提供したいと、これもねやっぱいいですね。こっちは 10,000mAh になるのでだいたい iPhone2 回分ぐらいで、こっちもねApple Watchついてます。さらにですね、ケーブルが2つついてます。でライトニングもついてますね。ライトニングと USB-C 端子で、あと差し込みの USB-C もついてます。3in1 かなんでね。で Apple Watch も 3.5W 出るのでちょっとね早めになってる。だいたい普通 2.5W とかにはなるんですけども、なんで同時にこう充電っていうのもできますね。僕はライトニングね使わないんですけど、意外とね友達にこう貸す時とかにライトニング持ってなかったりするんで、こういう時とかにめっちゃいいなと思いました。カラビナもついてるので、こういったカバンとかですね、充電しながらこう指で持つとかもういいのかなと思います。で 10,000mAh なんですけど、これ 200g 切ってるんですよね。重さがね 197g になってますので、だいたい 10,000mAh で 200g ね切ってると結構軽い部類に入るんじゃないかなと思いますので、 iPhone2 回とかAirPods もねいけますし、ちょっとこれ実機見ますね。せっかくなんでね。質感も意外といいしね。ということでね、こちらがローリーのですね、モバイルバッテリー2つなんですけども、可愛くないですか？なんか黒くて。で、こっちがUSB-C ね、差し込みのタイプで 5000mAh になります。なんでここがUSB-C 端子、収納可能になってて、ここで Apple Watch 充電できます。で、あとこちらにですね、USB-C もあるので、ここから直接充電っていうこともできますので、こっちで 18W かな。インジケーターここあるので、
充電量もね、4段階で見れるのかなっていうところでございます。いやー、ちっちゃいと思う結構。なんでこういう感じで iPhone にでケースの干渉も結構しないなと思いました。割とここにね、3.5 ミリぐらいまではいけるみたいです。はい。こういう感じでもう充電ができちゃうのでめっちゃ楽ですよね。超楽なんだよ、このタイプ。で、あとなんで Apple Watch ももちろん、このタイプだとどうなんだ、いけるか。こんな感じでできてしまうので、めっちゃ楽だよね。はい。で、AirPods もね、実はね、この Apple Watch、最近のやつは対応してるんで、ここでね、充電するみたいなこともできちゃうので、これめっちゃ楽だね。これでパススルーで、なんでこうケーブルをこう挿しながら、充電っていうのもできます。できるので、できてる。充電できてるね。できますので、こういった使い方もいけます。USB-C でもう一個こう、一気に3台みたいなこともできるし、これは、やっぱいいですね。小型、これで 5000mAh あるんで、大体これカバンに忍ばしてる感じ、このタイプは。というのと、こっちのタイプはね、こっちはなんで倍の 10,000mAh はあって、その割には割とちっちゃいかなっていう、厚みも、そこまでないですし、iPhone ともほぼ一緒ぐらいのサイズ感なのかなと思います。で、こっちはね、ケーブルが入ってるんですよ。これがいいよね。はい。こっちが、ライトニングが内蔵されております。で、USB-C も入ってるので、僕はライトニングその使わないんですけども、まだライトニングのね iPhone とか友達に貸す時とかもすごいいいのかなとか、同時にね、これライトニングじゃないから刺さんないけど、こう挿して、でこっちは USB-C で充電するみたいなこともできるので、はい、できてますね。これいいよね。で Apple Watch もいけるでしょ、ここで。どんだけいけんだよって感じなんだけど、はい、なんでこういったような、これもしライトニングだったら AirPods もここに挿していけるって感じかな。今 AirPods Pro 僕ライトニングなんでできますけど、イメージ的にはね、はい、こんな感じでいけちゃうという感じでございます。でしかも結構ね、そんなに大きくないしね。で、カラビナもついてるので、ここにカバンとかですね、つけて使うっていうのもすごい使いやすいかなと思いますね。いいかもね。こういう感じで。iPhone サイズぐらいだね。ここによいしょ、かなり旅行のお供とかに良さそうな感じ。ケーブル内蔵型はね、やっぱりめっちゃ便利ですよ。しかも結構しっかりと刺さるわ。はい。すごいおすすめでございます。で、質感もちょっとマットな感じかな。はい。マットな感じでいいな。はい。これなんかでもブラック系とめっちゃ合うね。やっぱり iPhone と合わせても高級感ありそうなので、多分ブラックだとねもっといいんじゃないかなって思うので、はい、よかったら使ってみてください。で、概要欄にクーポンがね 10% ありますので、よかったら使ってみてください。個人的にはこっちがおすすめだけど、でこれもいい。でもケーブルと全部入ってるんでね。はい、ということで戻っていきたいかな。で、こちら CIO のノバポート Duo2 ですね。45W。これもね、すげえちっちゃい USB-C 充電器になっております。で、45W 出るので、こちらも MacBook Air とか、MacBook Pro もギリギリいけるかなっていう、ちょっと弱いけどね。iPhone とか iPad にはもう十分かなと思います。このサイズ感ですからね。4センチ、3センチぐらいのサイズ感なんで、かなり小さくて、軽さもね、確か 70g 切ってるぐらいだったんですね。60何グラムとか超軽いので、これもね、他にシリーズねいくつか USB-C があと2つと Type-A がついてるやつとか 2A、1A とかね、あと 3C とかあるのかな。 USB-C3 つのタイプとかもあるので、これめっちゃいいっていうところではあります。2ポート欲しい人はこっちでもいいかなっていうね。 69g なんでかなり軽いと思いますね。はい。シリコンケーブルとかもあるんで、ぜひ一緒にどうでしょうか。あとね、このマグセーフのタイプだと、このトーラスのやつね、めちゃくちゃ薄くて 5000mAh でだいたい1回分ぐらいになってます。かなりね、以前の動画でも紹介したんですが、111g か。だいたいやっぱね、5000mAhのタイプで 120g 切ってるとかなり軽く感じるかなと思います。個人的にはね。なんでこれ後ろでこうくっつけて充電するタイプにはなります。結構磁力も強くて。で、めっちゃ薄い。1センチ切ってるんで、iPhone よりも薄いです。めちゃくちゃね、手に馴染みますね。ワット数が7.5W っていうのはあるので、気軽にこう非常用みたいな感じですかね。速いってわけではないんですけども、ケーブルなしで使えるので非常にいいかなと思います。あとデザインがね結構かっこいい。薄いのねいいと思うんで、かなり極薄になっております。あとこのスタンドタイプにね、ついてるタイプもあります。で、充電しながら使いたいとかですね、持ちながら使う、動画見ながらとかゲームしながらとかっていう用途なら結構ありかなと思いました。スタンド内蔵の割にはねすごいかなりですね薄くなってます。コンパクトで持ち運びとかねこう立てて使うとかっていう面では非常にいいので、若干その分値
段は上がるんですけど、その割にはかなりね薄く、よくここまで薄くできたなっていう。こちらもなんで 131g なんで、スタンド付きって考えると非常に軽いんじゃないかなって思います。で1センチちょっとぐらいになるのでおしゃれはい、あとはこの CIO の Qi2 のねモバイルバッテリーですね。あと Qi2 対応してればいいかなって、 Qi2 かマグセーフ対応っていうのがいいと思うんですけども、これもね 20W 出て 5000mAh で、面白いのがひっつくんですよ。これ後ろにこれひっつくんだけど、USB-C でも充電ができるタイプになってます。吸着プラス後ろにくっつくプラス有線で充電ってできるものは多分今のところ僕は見たことないんだよね、他に。でワット数もそれなりに速いので、有線でいいかなっていう気がするけどね。 20W での方がバッテリーへの負担も少ないですし、超薄型。これも 138g で、若干厚みあるかな、さっきのトーラスよりは。ただどうやらなんか物によってはね、このミニシリーズとかあとプロシリーズは若干カメラとかに、ケースによっては干渉するみたいなので、そこだけ注意かなと思います。ちょっとね今実機が、多分届くと思うんで試してみます。またね。ただくっつくの結構いいんだよね、後ろにね。吸着するのあんまないので。あとこのアンカーのね最近出たワイヤレスチャージャーかな、スタンドなんですよね。でこれも Qi2 対応してるんで 15W 出ると思います、確かね。 15W 出て、これいいのがね回転式なんですよ。ぐるぐるってねカチカチっていう感じで回るんですよ、スタンドのところが。なので角度調節がねめっちゃ自由にできる。70度いけるのか、かなりこういう平行ぐらいまでいけるんで、はい、もちろんAirPods とかそういうのもいけちゃうんで、これも結構いいかなと思いました。で割とお手頃だし、ちょっとこの ESR のやつもね結構 3in1 でいいんですよね。これも15W で、Qi2 対応しております。AirPods Pro もで、ここ磁石でくっつくのもね割といいかなっていうところで、Apple Watch ね取り外してまたこれ別で使えるんで、そういったところもいいかなと思います。Qi2 だったりとかですね、Apple Watch の認証も、Apple のやつ入ってますし、充電もね十分早いかなっていうところあります。あとシンプルなんだよね。スタンバイモードとかももちろん使えますし、なんで割とねこれ動画ちょっと貼り付けておきます。レビュー動画あるんで。あとこのアンカーのやつもね、割とコスパがいいかなと思いました。これも Qi2 で、Apple Watch、AirPods とか全部いけるやつかな。最大 15W。これも結構シンプルでねいいんですよね。はい。で Apple Watch の急速充電も対応しております。30分で 50% まで。どっちもいいですけどね。はい。アンカーじゃない、ESR のやつは結構コンパクトにこう収まるので、デスクに結構スペースがあるなっていう方は、このアンカーでもいいかなっていう。ただ思ってるちょっと大きめではあるこれで。ので、そこら辺で選んでもらえばいいのかな。あとデザインの好みとかでいいんじゃないかなと思いますので、ブラックとかもあるしね。はい。私Qi2 でね 3in1 でこの価格だったらクーポン使えば1万円ぐらいになるんで結構ありかなと思いました。であとプラスアルファで一応 Apple のねこのマグセーフ充電器もはい 25W ね出るということで一応僕も使ってますけどそんなに変わんないかなっていうのが。ただiPhone15 と16でやっぱ試してみたら早かったです。やっぱちょっとね、非常にシンプルでいいのはいいですね。で今回、ケーブルがちょっと編み込み型になってるので、前のはシリコンだったんですけど若干薄くなってます。この本体がね、充電器自体がちょっと高いかなっていうのは正直あるけど、面白いなって思ったらこの大きいのやつかな。マグセーフ対応で Qi2 対応してて、これ取り外しね USB-C で挿したら使えるっていうものになってるので、これはこれで面白いかなと思いました。大きいね、こう軽いしね、薄くてケーブルも付属してるみたいなので、あと自分のねあとケーブルとかいつものやつに挿してもいいと思うし、 USB-C 結構いいなと思いました。大きいね、ちょっとアンカーみたいであれだけど機自体結構ね昔からあるブランドなんで、全然変な中国メーカーとかじゃないです。はい、割とちゃんとしてるとこ、ヨドバシカメラとかそういうところでも、置かれてるんで、という感じでございました。ということで、一旦概要欄に全部まとめてありますので、また適宜更新していきますので、また気になる方はチェックしてみてください。いいものあればね。他の商品とかもね、ケース類とかも、全部まとめてありますので、見てもらえばなと。下にね全部まとめておきます。はい、おすすめ2時間探したシリーズね。はい、なんでね、他のトーラスとか ESR とかですね、iPhone 自体のレビューとかマットレスとかもねやってますけども、ケースとかもねいろいろ動画がありますので、動画で見たいよって方はぜひねチェックしてもらえばなと思います。はい、なんでこの動画少しでもいいなと思ったらぜひね、高評価とチャンネル登録してもらえばまたね最新情報受け取りやすいと思いますので、よろしくお願いします。通知ベルもお願いします。はい、ということでまた、次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。はい、コミュニティ欄であとねいろいろ出してますので、セールのやつとか動画の更新とかもしてるんで、よかったら見てみてください。ピカチュウかわいい。めっちゃあるからね。
充電器もほんと探したからこういっぱいあるのよ。でもちっちゃくていいのいっぱいあるね。